です。では今日もやっていきましょう。今日やることは、シバンドル第2部に入る前に押さえておきたい右手のお話、どういうところに注意して今後練習していったらいいかということをお話ししていきたいと思います。この動画の前で F ドアができますかとか、チスドアができますかっていうのを、問うね、動画を出したと思うんですけれども、動かせるようになるためのヒントが今日のこの動画を見れば探せると思いますので、ぜひよかったら見てみてください。で、第1部っていうのかな、最初に言うことは、右手の使い方、主に重さを伝えるためにやってる私たちの、右手の動かし方っていうのをお話しします。そうするとテンポもちょっと関係してくるので、一番最初は重さとテンポのことについてお話しします。第2部っていうのかなとして、弓の3要素ということをお話しします。重さと弾く場所や、スピードで音が変わります。そのことをお話しします。細かすぎてね、なかなか説明しても使えるようになるまではしばらくかかるんです。なので、第3部として、じゃあ、どんなことに注意をしてさらっていけばいいのか、結局はロングトーンなんですけども、ロングトーンで注意すべきポイントっていうのを2つに絞って、お話ししたいと思います。この3つに分けて今日お話をするつもりなので、よかったら見てみてください。まず、腕の重さとテンポの話です。前の動画でね、体はリラックスして楽器弾きましょうとお話をしたと思うのですが、なぜリラックスしなくちゃいけないかわかります？リラックスして弾いて、いや、頑張って弾くべきだろうっていう話もあるんだけども、体はリラックスしてないといけないんですよ。リラックスしなくちゃいけない理由は、体を自由に使うためというのもあるんですけど、右手のために大事な要素があるんです。重さが必要なんです。重し。この重さが利用できると楽器が良くなる。音の音量が上がるんです。大きな音を出すときには特に腕の重さを楽器に伝える必要があります。だからリラックスしてなくちゃいけない。で、もう一つ。腕の重さというのは体重の 7% とか 8% とかっていうんですけど、漠然と5キロぐらいかなと思ってます。その5キロを弓伝いに弦に伝えるっていうのは私たちは必要なんですけども、腕の重さを使って弾くときに腕で動かしたら重さが伝わりますかということを考えてもらいたいと思うんですよ。腕の重さを伝えるために腕そのものを動かしたら重さが伝わらないっていうの分かります？ここの部分を楽器に伝えるにはどこを使ったらいいと思いますか？腕よりか上のパーツで腕を動かさなくちゃいけない。で、結局上のパーツっていうとボディとか肩とかそっちの方になりますね。ここを使って利用して大きな音を出すために、腕の重さを使わなくちゃいけないということを覚えておいてください。今度テンポの話いきます。腕をこうに使うときに、腕って肩に対して、体の動きに対して後からついてきません？この楽器を弾いてるときに腕は後からついてくるんです。で、何が言いたいかというと、弓を返すときに体が動き始めたときにはまだ前の音が出てるんですよ。前の音が出てて、返した時にはこうなってるんだ。極端に言うとこういうことですよね。体をあんまり動かさない場合は、筋肉でやりますよね。腕の返しっていうのはね。時差があるんです。時差があるということに、私たち演奏者、プレイヤーになれなくちゃいけないっていうことが大事なんですよ。弾く前から体を動かさなくちゃいけないんですよ。でも、見てればわかると思う。弾く前から体を動かしてますよね。アップの時はこうですよね。で、どういう練習をするかというと、例えば4拍だったらね、せーの、1
ロングトーンっていうのは弓の返すっていうかそのバランスの練習ですね。それが含まれてるっていうことを覚えておいてもらいたいと思います。っていうのがまず第1部のお話ね。で、第2部のお話をいきます。弓の3要素のお話します。弓の3要素は前もお話ししたと思うんですけど、重さ、重しですね。腕の重さを使って重しにします。これと引く場所とスピードで変わります。音量が大きいとき、例えば1と2と3と4、小さくするとき、場所変えてるの分かります？弓を軽くしてるっていうのもあるんですけども、それから加速すると音量が上がっちゃう。加速すると音量が上がるとか、あと勢いが増すっていうのもありますよね。じゃあちょっとゲードアやってみますね。見てくださいね。軽く弾いていますから。今指板に近いところ弾いてるの分かります？実験的に上に上がってみましょう。ビブラートなし。ここら辺こんなあたり弾いてるでしょ。ここから戻る。っていう風な感じで、ちょうど鳴るところっていうのは少しずつずれていきます。こういうことを覚えてほしい。どんなことやったらそれにできるようになるのというのは、やっぱり慣れしかないんです。どれぐらいで弾いてる時に楽器がよく振動してるかっていうのを体感してください。音量じゃなくて体感。で、第3部として、じゃあ何をやったらね、上手になるか、上手くなるための近道の右手の練習って何って言われると、やっぱりロングトーンなんです。一つの音でいいですから。一つの音で、腕の重さが弓の元から弓の先まで伝わるようなバランスを体感しながら、よくなる、よく振動をするっていうのを自分で探して、弓の返すポイント、時差があるって言ったじゃないですか。それに慣れるというのをやってください。1、2、3、6拍にしてもいいかもしれないですね。こんな感じ。せーの。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6。だんだん長くやっていくと難しさが変わります。今のでもうちょっと長くやってみましょう。こんな感じかな。1、2、3、4、5、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、駒よりの方にちょっと弓が動いてるの分かります？事情が違いますよね。拍を変えるだけでこれだけ差が出るので、すごく練習になります。開放弦でやるとまたスピードとか変わってきます。1、2、場所も変わってきます。私のおすすめのは次の練習です。
一つの弦で少しずつ音を変えながら練習する。右手が楽ですよね。これが楽に音が出るように、これで楽器が鳴る練習をしていく。指は何でもいいですから。やっていくと右手がどんな時により良くなるかっていうのは分かっていくと思うので、よかったらこういう練習をしてみてください。だから3番目に大事なのは、弓をべったりつけたまんま拍を意識して楽器がとっても良くなるように、自分が気持ちよくなるように弾く練習をするということです。慣れてる方だったらスケールをロングトーンでやってもいいかもしれないので、ぜひやってみてください。というか、やんなかったら頭で分かってても体で覚えて慣れていかないと絶対、鳴らし方を覚えません。自動的にできるようになって、それから音楽と表現できるようなものになっていくので、ぜひやってみてくださいということでした。よろしくお願いします。長くなっちゃってごめんなさい。